モイン、今回はドイツ人の夫にオーブン不要、日本でも簡単に手に入る食材、安心価格の料理を条件に好きなドイツ料理を4品提案してもらいました。まずはBauernfrühstück。じゃがいもは前日に皮を剥いて茹でて1日冷蔵庫で冷やしたものを使用します。バタバタしていて時間がなかったので今回は半日。日本だとこのサイズのじゃがいもはあまり見かけなかった気がするんですが、マークさん曰く大きくてもいいみたいです。冷やす理由は型崩れ防止だったり、食感の締まり、あと炒めた時にカリッと香ばしく焼き色がつきやすくするためだそうですよ。先に瓶詰めされたフィファーリンゲの水も切っておきます。日本語ではあんずたけと呼ばれているそうなんですが、日本だと入手は難しそうなので、代わりにエリンギを使うといいそうですよ。あんずたけは味は濃くないので、やや食感があるくらいのキノコがベストですね。まずはオリーブオイルで約10分ブラウンになるまで炒めます。マナはいくずつひっくり返してくれるけど、大雑把にひっくり返して大丈夫？こういうところはさ、細かくてやっぱり日本人だねと思う。だって1個ずつ均等に火が通った方が平等にカリカリを楽しめるじゃん。ありがたいけど、雑でいいよ。雑ライフの国だから。10分経ったらキノコ、ベーコン、玉ねぎを追加。キノコなしならほぼブラッカトフンだけど、子供の頃はあまり好きじゃなかった。なんで？さあね、覚えてない。ちなみに日本ではブラートカトフェルンのような料理をジャーマンポテトって呼んでるみたい。ジャーマンポテト？変な名前。卵を全面にかけて焼いている間にシュニッツラーを細かく切るんですが、日本語ではチャイブと呼ばれているそうで、万能ネギで代用可能です。あとはそれぞれの皿に移してチャイブをパラリとかけたら完成です。Bauernfrühstückって名前だから日本語だと農夫の朝食って意味だけど、今は昔と違って昼も夜も食べられている料理だよ。ということで一品目はバウワンフルシュトゥクでした。お次はケーゼシュペツル。これもね、かなり美味しいんですよ。もしパートナーがドイツ人なら作ってあげるとかなり喜ばれそうですね。それから卵3個、塩少々。皆さん最初の頃のデートってどんなことをしますか？マークさんの最初の頃の誘い文句は料理か山登りか遠足ばっかりで、なんかだいたい週末は長距離を歩いていた気がします。ジンマさんは特に思い出深いよね。いや、あれはひどい。高いところ苦手だから緩いやつでって言ったのに、途中から急勾配で這いつくばって登ったもん。張り付いてたもんね。いやでも僕もそんなに急なところあるって知らなかったから悪意ない。一日クソドイツ人ってふつふつしてたからね。まあでもドイツ人と付き合うなら山登りとかハイキングは覚悟した方がいいんじゃない？マスターニックス。板をお湯で少し濡らしてシュペツレの素を平たく広げます。お先もお湯で濡らしてするように細めに切り落とすと結構いい感じになりますね。シュペツレで使う小麦粉はドイツだと番号によって種類が違うので、うちは日本の薄力粉と中力粉に近い405を使うことが多いんですが、日本で生薄力粉を使うと多分柔らかすぎるので、中力粉か薄力粉8対強力粉2くらいに混ぜるとうちのに近くなるんじゃないかなと思います。ドイツでも TUB405 だったり550の人もいるから好みだよね。かな？混ぜるか中力粉か好みの硬さで。はい。で、ブターシュマルツを使います。日本ではスマッシュバターのことだそうです。ほぼギーと同じかな。パッケージにもそう書いてありました。
オニオンリングはクッキングペーパーの上で油を取って同じフライパンでそのまま仕上げます。シュペッツェレを作るときに使った水も約3杯分追加。エメンタールチーズは多めに買っちゃったんですけど 100g くらいで大丈夫かな。グリュイエールチーズも代用可能でチーズフォンデュのチーズって言えばイメージしやすいかもですね。あとはお皿にシュペッツェレとオニオンリングを盛って完成です。料理デートにぴったりじゃない？ああね。そんなに難しくないし、一緒に作ったら楽しいんじゃないね。しかも、ケーザシュペッツェレもバウアンフルシュトクもスイスとかオーストリアとか他のドイツ語圏の人も食べるから、作ってあげたらきっと喜ぶよね。ね、そう思う。ということで、2品目はケーゼシュペッツェレでした。お次はヘンチングシュネッツェルです。主役の鶏胸肉はこのように細長くカットします。ドイツではこの通りスーパーですでに切られているものが売られているんですよ。今回はすでに切られたものを使用していきます。でも正直自分で切った方がいいと思うな。サイズ感がバラバラで大きいのも混ざるのが個人的にはちょっと気になりますね。強火で両面を焼いている間に玉ねぎをみじん切りして一度鶏胸肉を取り出します。そこに塩、ブラックペッパーも追加します。マッシュルームはあまり土がついていなかったんでやらなくても良さそうですが、一応ブラシで軽く汚れを取りました。なんか日本の切り方も好き？クロスしてよく切るやつ？いや、それはでも日本の切り方なのか、なんか私のなんとなくの切り方なのかちょっとわからない。マッシュルームって日本であまり食べなくない？なんか家庭で使うのが一般的なのは椎茸だよね。うん。しめじとか舞茸、りんぎとかじゃない？そうだね。確かにそうだったね。日本でマークがキノコキモいと言っていたのは、シンプルにドイツのスーパーにはあまりキノコがないので、マッシュルーム以外食べ慣れてないっていう生まれ育った環境の違いによるものだったみたいですね。業務用スーパーならもう少し種類豊富なんですけどね。野菜のブイヨンと料理用生クリームは少しずつ数回に分けて追加します。薄力粉はとろみ用なので量はお好みで、私たちは途中で残りのブイヨンに薄力粉大さじ1を溶かして追加しました。シュペッツェレは先ほど手作りしたので、今回は乾麺を使おうと思います。シュペッツェレはよくシュワーブの名物料理だと言われてるんだけど、ヘンチングシュネッツェルはもともとスイスのツーリヒにゴーシーバージンがあって、そこからドイツ人が鶏肉バージョンを作ってできた料理らしい。ゴーシーでやったことないけど、それも美味しそうだね。今度試そう。レモン汁はさっと加えて、パセリは適当にちぎったものを最後にのせます。これは日本人も好きな人多いと思いますね。今回はシュペッツェレにしましたが、実はライスも王道なので、白米の上にたっぷりかけて楽しむのも最高ですよ。ということで3品目はヘンヘンゲシュネッツェルテズでした。最後はグリースプディング。昔ママがよく作ってくれて、僕が大好きだったデザート。このグリースはセモリナのことらしく、日本でも Amazon でも買えますし、カルディとかスーパーでも取り扱いがあるところもあるようです。バニラシュガーは正直いらないと思っているんですが、マークが家にあるなら入れてというので一応入れました。あと砂糖は大さじ3杯。マークが大掃除何って聞くんでハテナだったんですが、どうやら大さじを言いたかったみたいでちょっと混乱しました。沸騰手前まで混ぜながら温めます。その後セモリナを追加して硬くなるまで混ぜます。ちょこちょこ本当に面白い言い間違いをしてくれるんですが、この間は急に部屋に入ってきて良いを感じる、良いを感じるって言うんですよ。なんだと思います？
私は容疑を感じるとか何かの気配を感じるって言ってるのかと思ってものすごくビビったんですけど、正解は善意を言いたかったらしくて、思わず良いの方が良い感じするけどなって突っ込んじゃいましたよ。私のドイツ語はもっと下手なんで人のこと言える立場じゃないですが、音読みと訓読み問題と思って大爆笑しました。冷たくなるまで冷やします。プリンにかけて食べるシナモンと砂糖も用意しておくんですが、マークはたっぷり使いたいそうなので私とは別で用意します。これはマークのシナモン大好きなので多めに、私は少し苦手なので控えめ。ホットメイクと同じで上に膜ができるから、自家ではパパがよく膜を食べてくれた。膜嫌だよね。ちなみに冷やして固まってない状態ならグリースパイっていう名前になるんだけど、僕は子供の頃からグリースプリンの方が馴染みがあるから好きかな。私もぬるめの状態よりもしっかり冷やして食べる方が好きかな。なんかくまモンにしか目がいかない。くまモンにはうまモンが隠れてるね。ということで4品目はグリースプディングでした。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。チュース。